こんにちは、はるです。今回はセリアの材料だけで作るクロスモチーフのビーズリングをご紹介します。このモチーフは本来針と糸を使ったビーズステッチの技法を用いて作るんですが、今回は手ぐすで作れるようにアレンジしてみました。材料はすべてセリアで手に入るので気軽に作っていただけると思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ボタンカットビーズ4個。セリアではクラフトビーズとして販売されていますが、このようにラウンドビーズが潰れたような形になっているものをビーズ界隈ではボタンカットビーズと呼びます。大きさは 6mm×4mm です。マルショービーズ、ここでは79個使用します。セリアではこのようなパックでガラスビーズとして販売されていますが、ここではマルショービーズと呼ばせていただきます。手ぐす 1.5 号70センチ。本当は2号を使いたかったのですが、セリアには 1.5 号しかないのでこちらを使用します。まず手ぐすにボタンカットビーズ、マルショービーズの順に4つずつ通します。そして一番端のマルショービーズの中で左右の手ぐすを交差させます。次は右の手ぐすにマルショービーズを7個通してボタンカットビーズを挟んですぐ隣にあるマルショービーズに通します。もう一度右の手ぐすにマルショービーズを7個通してボタンカットビーズを挟んですぐ隣にあるマルショービーズに通します。形が崩れやすいのでその都度両方の手ぐすを引っ張って整えてください。今度は左の手ぐすにマルショービーズを7個通してこのマルショービーズに通します。左右の手ぐすにマルショービーズを3つずつ通して新たなマルショービーズ1つで交差します。これでクロスモチーフが出来上がりました。ここからアームを作っていきます。左右の手ぐすにマルショービーズを1つずつ通して新たなマルショービーズ1つで交差します。
これを指のサイズになるまで繰り返していきます。15段目まで出来上がったところです。指に巻いてみるとちょうどいいくらいですね。指輪になるようにつなぎます。まず右のテグスに丸小ビーズを1つ通します。そのテグスをモチーフの一番端にあるこのビーズに通します。ちょうど真ん中にあるビーズですね。さらにそのテグスに丸小ビーズを1つ通してテグスを引き締めます。そうすると両方のテグスが出会いますので2回結んで処理します。ですが私はテグスを結ばない方法で仕上げていきます。このビーズの中で両方のテグスが交差するようにします。あとはこのアームの部分にもう一度テグスを通していきます。ここまで通せたらビーズの際でテグスをカットします。これでセリアの材料だけで作るクロスモチーフビーズリングの完成です。
どうでしょう。モチーフがちょっと作りにくいかもしれませんが、その都度テグスを引き締めて形を整えるように心がければ決して難しくはないと思います。色違いもたくさん作ってみましたよ。私は濃いめのマルショービーズと組み合わせたリングが好きですね。少ない材料費でこれだけたくさんのリングが作れますので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。そして作った作品の画像をこちらでシェアしてみませんか？ YouTube に新しく備わったコミュニティという機能で視聴者の皆さんも画像をアップできるようになりました。皆さんの力作ぜひ拝見させてください。お待ちしてます。